アイスは AV スキャンダルで1年間の停学処分を受けていた。久しぶりに戻った学校で迎えたのは露骨な敵意。そんな中で唯一彼をかばったのがセインだった。それでもアイスは感謝の言葉すら言えず、ただ背中を向けたまま歩き去った。皆さんこんにちは。BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。学級委員から告げられたのは、優等生セインがアイスの担当になるという決定だった。拒否しても覆らない。しかもアパートに入ると同室もセイン。今更違約金を払う余裕はない。アイスはしぶしぶ彼と暮らすしかなかった。当然アイスはセインを追い出すためにあらゆる嫌がらせをした。部屋に境界線テープまで貼って徹底的に拒絶する。だがその夜、悪夢にうなされ無意識に漏れた名前はセインだった。借金取りに追われ人生が崩れ落ちていったあの頃の恐怖がまだ彼の中に残っていた。その声に気づいたセインはそっとアイスの頭を撫でる。翌日バンド入りを目指すアイスは部員と対立し、作詞ノートを盗まれ呼び出される。そこでセインは迷いなくアイスを信じ、破られたノートのページを彼に返した。そして傷を手当てしようとするが、抵抗するアイスをどうしても止められず、思わず縛り上げてしまう。そんな中、映画監督志望の C がアイスを BL 映画の主演に指名する。相手役は未定。オーディションがあると聞いた瞬間、セインは一歩も迷わず参加し合格してしまう。この時点で彼の気持ちはもう止められなかった。その夜みんなで夕食に出かけるが、アイスはセインにひどい言葉を浴びせる。その場を立ち去った。残されてセインに C は落とし物の日記を差し出し、読んでほしいと告げる。そこには2人の始まりが書かれていた。雨の日、靴を泥まみれにされたアイスに自分の靴を差し出してくれた見知らぬ青年、それがセインだった。家庭教師の面接に向かう途中だったアイスはその優しさに救われた。しかし面接先の生徒が先ほど靴を貸してくれたセインだと知り驚く。アイスと距離が縮まるうち、セインはカメラ越しにアイスを夢中で追うようになった。しかしその瞬間を父に目撃され激怒される。セインが大学に合格した日、祝うために訪れたアイスを迎えたのは父の冷酷な言葉だった。セインは彼女と一緒だ。お前はもう来るな。家に入ることさえ許されず、アイスはただ立ち尽くすしかなかった。そして本当の地獄が始まる。落ち込むアイスに教授が差し出した一杯の水、それが薬入りとは知らずに飲み、ホテルに連れて行かれ暴行され、その様子は録画された。告発しても信じてもらえず、その間セインは3週間も行方不明のまま。アイスは静かに退学を決める。さらに追い打ちのように父の借金取りが押しかけ、アイスを AV 業界に売ろうとする。その絶望の中で彼は自殺を考えるほど追い詰められていた。日記を読み終えたセインは痛みを隠しきれず涙した。眠るアイスの枕元にそっと日記を置き、もう一度やり直せるならと願うが、その願いは届かなかった。一方、表向きの恋人ワームはアイスの才能に執着して近づいただけだった。しかもアイスの大切なギターを勝手にツアーへ持っていこうとした。そのギターにはセインとの思い出が刻まれていた。セインの部屋で書いた曲、セインが書いてくれた赤いひまわり、 UFO キャッチャーで撮ったパンダ、それを今もセインは大切に持っていた。アイスの大学に入るからきっとまた会える。だが約束はセインの父によって封じられた。幼なじみのラニーとの婚約を勝手に決められ、アイスと会っていたことも知られ、携帯を取り上げられ、部屋に閉じ込められた。その頃、極限まで追い詰められたアイスは自殺未遂で病院へ運ばれる。駆けつけたセインはただ震えながら外で見ていることしかできなかった。もしもう一度チャンスがあるなら、セインは何だってすると心に誓う。そんな時、C から連絡が入る。酔いつぶれたアイスを迎えに来てほしいと。酔ったアイスは本音があふれ、セインの胸で泣き崩れた。セインもまた謝り、もう二度と離れないと誓い合う。翌朝、2人は初めて普通の朝を迎える。夜になると、セインは過去に閉じ込められ、アイスの元に行けなかった理由を打ち明けた。アイスは初めてその過去を受け入れた。C の映画のセッションで距離が縮まる中、
ワームが2人の目線に気づく。酔ったアイスを支えて部屋に戻ると、セインはアイスの頬、額にキスを落とし、そして唇を交わそうになる瞬間、ドアベルが鳴り、ワームが現れた。ワームはセインの存在に気づいていた。わざとクローゼットの前でアイスにキスをし、セインを引きずり出した。事態を収めようと、アイスは気の進まないままワームの家へ泊まりに行く。しかし責められたアイスは一晩中トイレに閉じこもり、朝になると音を立てずに逃げるように帰っていった。アイスに恋人がいると知ってしまったセインは距離を取ろうとする。演技セッションでもセインはアイスに恋人がいると思うと演技でもキスができないと漏らす。しかしアイスの方から距離を詰め、リハーサルで2人は初めてキスを交わした。だがセインはむしろその現実が胸に刺さり、悲しい気持ちを抑えられなくなっていく。そんな時セインはワームが他の女と親しくしている場面を目撃し、思わず殴りかかった。殴り返された傷で帰ってきたセインを見て、アイスは理由を問い詰め、セインは正直に話した。ワームの部屋へ向かったアイスは実際にワームが女とキスしているところを目撃してしまう。しかし不思議なことに胸は痛まなかった。むしろセインがワームと喧嘩して傷つく方が心配だった。一方セインは父から再び婚約を持ち出され、その話は SNS で瞬く間に拡散された。セインは寮に戻れず、再び父の監視下に置かれる。セインがアパートにいない間、アイスはかつて自分を陥れた教師をホテルに呼び出し、彼の罪を録画して告発しようと企む。しかしセインはアイスが心配で友人に尾行を頼んでいた。ホテルへ入ったと聞いた瞬間、セインは父の監視を抜け出し、はしごを使って外へ飛び出した。ホテルの教師はすでに録音に気づいており、逆にアイスを脅した。作戦が失敗に終わり、ホテルを出るアイスに駆け寄った友人に声をかけられ、アイスは強がるしかなかった。しかしセインの姿を見た瞬間、アイスは崩れ落ちるように彼の胸へ倒れ込んだ。どこでもいい、どこか連れて行ってと震えるアイスを抱え、セインは湖の別荘へ向かう。車の中で寄り添うように一夜を過ごした。翌朝、セインの友人たちが到着したのはセインが服を頼んでいたからだった。夜にはラニーの誕生日パーティーがある。朝食を買いに行くと、アイスの携帯に GPS を仕込んでいたワームがまた現れ、パーティーに同行したいという。そして酔ったラニーに手を出そうとし、駆けつけたセインとアイスに止められ、ついにアイスはワームに別れを告げた。しかし別れが悲しいから泣いたわけではない。自分がどれだけ身勝手だったのか、その罪悪感でいっぱいだった。かつて自分が落ち込んだ頃、ロリポップを置いていたのはセインだと思っていたのに、頭を上げたら知らない男がそこに立っていた。その記憶がずっと心の奥にあったから、ワームに対して感謝はあった。だからこそ今の自分が情けなく思えた。その頃ワームはバーでアイスのギターを手に取り、復縁を客にアピールし始める。セインは耐えきれずワームに詰め寄り、2人は酒の一気飲み勝負に発展した。普段酒に弱いセインが今回はアイスのために最後まで耐え抜き、ワームが先に潰れる。そこへアイスが現れ、絡んでくるワームを殴った。そしてセインから取り返してもらった自分のギターを受け取って歌ってとセインが静かに言うと、アイスは少しだけ息を整え、彼のためだけに歌声を響かせた。しかしそれで終わらなかった。全てを失ったワームは怒りをアイスへ向け、薬を持って体を奪おうとする。危機一髪でセインが帰宅し、アイスを救い出した。薬で体が熱くなったアイスはセインにキスを求めるが、セインはそれ以上進まず、アイスを抱き上げて病院へ連れて行った。回復したアイスは学校の舞台で自分の書いた曲を歌う。しかしタイミング悪く、セインからのビデオ通話が学校中に投影され、父の怒りを買ってしまった。セインはさらに厳しい監視下に置かれ、自分の言動を気にせずにはいられなかった。劇の打ち上げでセインと親友の罰ゲームがキスだったのを知ったアイスは、その場から逃げるように部屋へ戻る。セインを追いかけ、そっとロリポップを渡した。やがて C の BL 映画はいよいよ大詰めを迎え、主役の2人への最後の課題は一日カップルとして過ごすこと。愛しさを隠しきれないセインの姿は父の部下にしっかりと撮られていた。また次回お会いしましょう。ではでは。